んにちは。ついに GoPro Hero 11が届きました。数日前に届いてるんですけど、開けて早速いろいろと試してみました。今回はですね、外観的にはとにかく何も変わっていません。もうロゴの色まで一緒で、9と10はね、色違いだったりしたんですけど、今回それも一緒になってしまって。中身は結構変わってるとは思うんですけど、外観的には10か11かで数字ぐらいでしか見分けがつかないぐらいになっています。形というか大きさが変わらなかったので、アクセサリー系がそのまま使えるっていうのはね、いいポイントですよね。バッテリーもそのまま使えますよね。そして今回買ったキットは、一番普通のセットなんですけど、充電ケーブルと、あとはペタって貼り付ける曲面のところに貼り付けるマウントと、GoPro のマウントをですね、パチンってはめ込むやつですね。それがついています。そして標準装備されるバッテリーはエンデューロバッテリーになっています。でいつものようにこういったセミハードケースに入ってきます。これ結構持ち運びに重宝するんで嬉しいところですよね。で早速アプリにつないで最新バージョンにアップデートするようにという指示がありますので、アプリにつないでやってみます。この辺もスマホにアプリ入れて、そうすると GoPro が見つかりましたとか出てくるので、それでもう指示に従っていけばあっという間に接続することができます。アプリもちょっと外観少しずつ変わってきてますけど、やっぱり今回もプレビューの時撮影中の画面は見えないようになっています。でとりあえずメニューに関しては立ち上げると、で上からスワイプすると、こういう画面が出てきて、ここもちょっと変わってますよね。なんか四角くなりました。ここに表示されているもの自体は変わってません。でこっちにスワイプすると、今度またこれも結構変わっていて、ビデオモード、これ前 3つぐらいモードがあったと思うんですけど、今度は2つで、とにかく綺麗に映すか、もしくはバッテリーを持たせるためにいろいろ性能を落として使うかっていう感じの選択肢になっています。でこれが新しいですね。コントロールイージーとプロがここで選べるようになっています。でイージーにするともうかなりイージーになっていて、ここで画角を選ぶか、あとはここでスローモーションを何フレームで撮るかっていう感じで選べるようになっています。非常に簡単です。でいつものようにこっちのプロモードにすると、いつものようにプリセットがたくさん出てきて、それぞれのプリセットを自分で好みの数字に変えていくことができるようになっています。で例えばこれで見ると、あんまりここは変わってないんですけど、まず、画角レンズと書いてありますけど、画角が今までスーパービューが最高だったと思うんですけど、それが 12mm ハイパービューっていうのが増えています。より広角になっています。そしてここですね、フレームレートとか解像度とか、その辺を選ぶところがあるんですけど、今までは16対9か4対3しかなかったと思うんですけど、それに今回の新しい8対7が追加されています。センサーが縦長になったので、センサーの画素をフルに活かすにはこのモードを積極的に選んでいけばいいのかなと思います。後で縦にしたり横にしたりいろいろクロップすることができますので、かなり使いやすいんじゃないかなと思います。8対7にすると、ここで選べる選択肢は結構減るんですけど、GoPro としては 4K60 とか 5.3K30 とかだと思うので、その辺は普通に使えます。そしてあとはですね、あとはこの10ビットですね。色の設定が、色が今まで8ビットだったのが10ビットになったので、8ビットで撮るのか10ビットで撮るのかっていうのをここで選べるようになっています。でビットレートも数字が100から 120Mbps に増えたので、ここハイにすると120になります。そのぐらいでしょうかね。見た目で変わったのはそのぐらいかなと思います。で画面のこのレスポンスも非常にいいです。10の出だしの頃、アップデート前とか結構ひどくて何回もスワイプしたりしてましたけども、これ見ての通り普通に慣れればパッパと操作することができるんじゃないかなと思います。で早速 GoPro Hero 11を持ち出していろいろと撮ってきました。Hero 10との比較もしてみたんですけど、明るい日中だと差がなかなか分かりにくいので、いつも気になる暗所性能を試しにちょっと夜の街に自転車で行ってみました。
さていきなりですが、これどっちがヒーロー10でどっちがヒーロー11か分かりますか？答えは右がヒーロー11で左がヒーロー10です。このサイズにしちゃうと、皆さん何で見てるかにもよりますけど、大きな画面で見てもちょっと4分の1サイズになっちゃってるので違いが分かりにくいかもしれないんで、ちょっといろいろ試してみたいと思います。今度ちょっとスピードを落としてみました。60フレームで撮ってるので 40% に落としています。24fps に今落として再生しています。どうでしょうか？ちょっと11の方がクリアじゃないでしょうか。明るさの違い、これ同じ設定で撮ってるんですけど、若干明るさもね違うんですよね。今度は 100% 表示にしてみました。ちょっと左右を切ったんですけど、そうすると、路面とか見ても10は結構ノイジーなんですけど、11はあんまりノイズが目立たない。ライトの辺のモワモワ感とかも綺麗ですよね。同じ設定で撮ったはずなんですけど、11はちょっと実際には11ぐらいの明るさだと思うんですけど、10は結構明るく映そうと頑張っちゃってノイズが出てるような気もしないでもないんですけど、今度は右側のコントラストのはっきりしている、ライトがいっぱい映っている部分と暗い部分、どんな差があるのか映しています。明らかに11の方が綺麗ですよね。今度は 200% にしてみました。正面部分を 200% に引き伸ばしてあります。同じ 4K60 なんですが、全然映りが違うのがね、分かっていただけるんじゃないでしょうか。かなり違いますよね、今回ね。もう一回 100% 表示に戻してみました。色合いも両方ともビビッドにしてるんですけど、いい感じですよね。空の部分とかもね、10は結構ノイズが見えるんですけど、10はすっきりしてますよね。これは11で 4K60 の8対7の比率アスペクトレシオで撮影しています。広角になります。ちょっと今度は静止というか手持ちで撮ってるんですけど、いろんな解像度とか色を試しています。 5.3K の60ビビット、 4K60 ビビットカラー。あんまりこれだとね違いがわからないんですけど、拡大するとやっぱ10の方が結構ノイズが出てますよね。11は暗いといえば暗いんですけど、これは 4K24 のビビットです。なんか24はあんまり綺麗じゃないですね。4K60 ナチュラル。ナチュラルも結構綺麗ですね。でも結構どっちもノイズ出てますかね。4K60 フラットにしたんですけど、フラットもね暗いとあんまり綺麗じゃないですね。なんか調整できるかと思ったんでいろいろいじってみたんですけど、全然綺麗になりませんでした。今度最高画質である 5.3K60 画素数一番最大、フレームレートも最大、5.3K60 で走ってみています。5.3K の方が綺麗なのかと思いきや全然綺麗じゃありません。これちょっとゆっくり表示してるんですけど、去年もそうだったんですけど、やっぱり GoPro は 4K60 で一番綺麗になるようにいろいろ調整していて、トーンマッピングしたりノイズキャンセルの処理をしたりとか、そういうのが一番働くのが 4K60 なようで、 5.3K60 にしてもね夜は全然綺麗じゃないのであまり使う気がしない感じがします。これも 5.3K60 で噴水を取っているんですが、11の方が若干綺麗なような気も、ちょっと見切れちゃっててすいません、気もするんですが、 5.3K だとあまり差を感じないですね。
これは 5.3K で固定して撮っている映像です。これはハイパースムーズオンにしています。今度はオフにしてみました。ノイズとか変わるのかなと思ってやってみたんですけど、そもそも暗すぎてあまり差が感じられませんが、若干このハイパースムーズオフにした方が自然な映像に見えるかなという気もしないでもありません。で、帰り道はちょっと自分で設定して 4K68 対7広角なんですが、ホワイトバランスは5500に固定で、シャッター速度も120分の1秒に固定して撮ってみました。色はビビッドです。100% 表示でこんな感じになっています。ちょっと色もこれ暗部を持ち上げたりしてるんですが、以前に比べると結構マシになってる気がするんですけど、いかがでしょうか。 MacBook の画面で見るぐらいであればまあ見れるかなと思うんですけど、50インチの 4K テレビとかで見ちゃうと多分ボロボロだと思うんですけど、少しマシになってきてますよね。ハイパースムーズも以前は結構悪さしてこうガタガタして光がブヨブヨしてたところが、そういうのもあんまりなくなってきてる気がするんですけど、どう思われますか？で、これはその中央部分を 150% にやはり拡大してるんですけど、やっぱちょっと拡大しちゃうと結構荒が見えますね。で、最後ちょっと車の車載映像も撮ってみたんですけど、これは 4K60 で8対7で広角です。で、ISO は MAX1600 にしてもう本当に普通にハイパースムーズオンで撮影していますが、暗いんですけど、以前みたいにもうこういう映像ってあんまりなんか使えない感じだったんですけど、多少見れるようになってきた気がするんですけど、これどうでしょうか。で、対してですね 5.3K60 にしてみたんですけど、そうするとやっぱり全然ガタガタボロボロで、やっぱ 5.3K ってかなり光量が必要なのかなと思います。昔の GoPro みたいな写りになってしまいました。ちょっとひどいですよね。ガタガタしてこう光がにじむような感じになります。これは ISO を MAX800 にしてみました。やっぱり暗いんですけど、ちょっと色編集なんかもしてるんですけど、やっぱり10ビットになったからか、若干こう色編集にも耐性が上がったというか、明るさとか色をちょっといじっても前みたいに本当にぐちゃぐちゃにならない感じになった気がします。このぐらいちょっとこれ中央部分拡大してるんで結構粗が見えますけど、パソコンの本当にパソコンの画面で見るぐらいまでであれば見えなくはないっていう感じでしょうか。また8対7のままに戻してみましたが、とにかく夜撮影される方は 5.3K の方が画角じゃない画素が多いからいいかと思う。夜撮影とにかく夜撮影される方は 5.3K よりも 4K60 をおすすめします。24とか30の方が綺麗になるかと思いきや、やっぱり 4K60 の方がいろいろ処理されて本当に綺麗な映像が出るので、とりあえずそうしとけば大外れはないかなと思います。最後にちょっとボーナス映像です。神戸市の某町の中ですが、イノシシが2頭行く手を阻んでいました。で、この映像をですね、ちょっと 300% に拡大して明るさもかなり上げてるんですけど、このぐらいの写真というか静止画にはすることはできそうです。はい。ということで今回もご視聴ありがとうございました。引き続き GoPro Hero 11いろいろ試してみたいと思います。GoPro これから購入される方の参考にしていただければ嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。